皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。今日も元気に関西弁講座やっていきたいと思います。今日なんと8回目ですね。前回基本の単語、基本の関西弁の単語を勉強したんですけど、今日も続きです。単語を覚えるという授業ですね。基本の単語よりはちょっと大事じゃない。でも全然基本ですね。基本になる単語を今日も10個用意してきたので、今日みんなで覚えて関西人に近づいていきたいと思います。準備はいいですか？日本語の森 .com NH、N2、N3 の勉強ができて、授業の動画も全部見れて、1ヶ月1480円？1480円？嘘。はい、じゃあ早速1個目やりたいと思います。これ実はこの前の基本の単語の中に入れるのを忘れていました。それくらい大切な単語です。本当ですね。これは有名なので知っていると思います。本当は関西弁でいいですね。ほんまですね。ほんま。ほんま。ここ、まが上がります。ほんま。ほんま。例文見ていきましょう。関東の言い方だと、それ、本当の話？ね。嘘ついてるんじゃないの？それ、本当の話？と聞くとき、関西では、それ、ほんまの話？になります。ほんまに変わります。それ、ほんまの話？とか、とてもの意味もありますよね。今日本当に暑いねというとき、今日本当に暑いね。関西では、今日ほんまに暑いなと言います。本当は、ほんまになります。これ、基本の単語なので、絶対覚えてください。じゃあ、二つ目行きましょう。これ聞いたことがありますか？捨てるです。ゴミを捨てるの捨てるですね。これ、関西弁では、ほかすって言います。ほかす。はい。例文見てみましょう。例えば、これ、捨てといて。捨てるですね。捨てといてなんですけど、捨てておいての会話の言い方ですね。これ捨てといて。このゴミもういらないから捨てといて。関西では、これ、ほかしといてって言います。ほかしといて。これほかしといて。もういらんからほかしといて。って言います。会話の中では、何言ってるかわからなくても、捨てるのかなと思って、なんとなくわかると思うんですけど、ほかすという言葉、初めて聞いた人多いと思います。これほかしといて。ほかしといていらんから。こう言われたら、捨てておいてという意味です。捨てるはほかすになります。もちろん、捨てるも言います。これ捨てといても言うし、これほかしといても言います。どっちを言われてもわかるようにしておきましょう。次、しまうです。しまうっていうのは、ペンを引き出しにしまうとか、本を棚にしまうみたいに、もともとあった場所に戻すという意味で使うときのしまうです。これ、関西だと、直すって言います。直す。全然違いますね。例えば、このハサミ、しまっといて。しまっといて。これも、しまっておいてですね。会話では、しまっといてってよく言いますね。このハサミ、もう使い終わったから、しまっといて。関西では、このハサミ、直しといてって言います。直すですね。直すって壊れた時に使うんじゃないですかって思うじゃないですか。でも関西では直しといてと言ったらしまっておいての意味です。もともとあった場所に戻しておいてくださいという意味で直しといてって言います。私これが関西弁だっていうのを東京に来てから知りました。最初関西弁だって全然わからなかったし、今でも日本語の森で本たくさん書いたり問題作ったりするんですけど、その中で例文作るときにね、このハサミは使ったので直しておいてくださいみたいに使ってしまうことがあります。
他の先生からね、理科先生、これは多分関西弁なので使えませんとか、指摘されるんですけど、それくらいずっと使っている言葉です。直しといてって言われたら、壊れたものを直すじゃなくて、元にあった場所に戻しておいてくださいの意味になります。いいですか？じゃあ次行きましょう。これもね、基本の単語に入れないといけなかったと思います。バカ。ね。バカ。これ、有名ですね。関西では、アホって言います。アホ。このイントネーションも大事です。アホじゃなくて、アホって言います。アホ。例えば、バカじゃないの？怒るときね。あなた、バカじゃないの？怒るとき、関西では、アホちゃんって言います。アホちゃん。バカがアホになるし、前回勉強しましたね。じゃないっていうのは違うと同じですからね。違うは、ちゃうになるんですよね。アホちゃん、あんたアホちゃんって言います。私、バカはほとんど使わないですね。アホちゃんって言います。特に関西の人は、このアホっていう言葉、めっちゃ使います。あんまりアホっていうような場面じゃなくてもよく使うので、バカよりもっと軽い感じです。アホちゃん、アホやなって失敗した時にすぐ言います。だから私、最初東京に来て、東京の人と話をした時に、アホちゃんとかアホやなって簡単に言っていたら、すごくで傷つけてしまったことが何回もあります。あんまりたくさん言っちゃいけないんだなって思った記憶があります。それくらいね、関西の人にとっては、アホって挨拶みたいな感じで、仲良くなるときには絶対使う言葉ですね。はい。バカはアホです。いいですか？次行きましょう。これ聞いたことがないかもしれないですね。新品のこと。新品。新しく開けたばかりのもののことですね。これを関西では皿って言います。皿。皿。例えば、その服新品？着ている服を見て新しいものだっていうときに、その服新品？って言います。これ関西では、その服皿って言います。その服皿？皿っていうのは買ったばかりの服。買って一番最初に着た日に、その服皿とか、その服皿ちゃんって言います。こっちの例文ね、この関西の例文の関東の言い方だとこうなるんですけど、その服新品って会話で聞くことあまりないと思います。でも関西の人はね、新しい服だって思ったら、その服皿とか、その服皿ちゃんって言います。こういう時にね、皿をよく使います。他にも、なんかペンを使ってて、インクがなくなりました。書けない。その時に、ちょっと皿のペンある？って聞きます。これは新しいペン、新品のペンという意味ですね。皿とか、皿ピンっていうこともあります。これ同じです。ピンピン一緒ですね。その服皿？友達が新しい服を着てきたら、その服皿？って聞いてあげてください。はい、次です。これも聞いたことあるかどうかわからないんですが、会話でよく使います。何々する途中という時です。これ、関西では、何々しなって言います。しな。例えば、行く途中でコンビニ寄ろう言いますね。例えば、みんなで公園に行きます。ね、行く途中にお菓子とか水とか買いたいですよね。だから、行く途中でコンビニ寄ろう。公園行きますね。公園行く。この途中、変になった。公園ね。この、行く途中でコンビニ行こうっていう、この途中です。これ、関西では、行きしなにコンビニ寄ろうって言います。行きしなね。行きしなは、行く途中っていうことです。行く途中でコンビニ寄ろう。これ、行きしなとか、帰りしなもよく使います。行きしなにコンビニ寄ろうとか、帰りしなにビール買ってきてってよく使います。帰りしなにビール買ってきては、私本当によく使うんですけど、これ、食べしなとか、
言わないですね。行くか帰るだけでよく使います。行きしな、帰りしな。これは行く途中、帰る途中という意味です。いいですか？もう一個行きましょう。疲れたとか、すごく。これ二つ意味があるので2個書きました。まず、疲れたの時。偉いって言います。偉い。で、すごくは、とてもの意味ですね。とてもの意味で使うときも、偉いって言います。偉いっていうのは、わーすごいですねーと褒める言葉じゃなくて、関西弁では、疲れたか、すごくの意味になります。例文見てみましょう。例えば、2つ用意しました。足が疲れたっていうときと、すごく多いねーっていうとき。ここで、偉い使えます。足が偉いわ。足が偉いわ。って言ったら、足が疲れたっていう意味で、今日、偉い人多いな。ね。偉い多いって言ったら、すごく多いの意味になります。偉い。本当によく使いますね。私の母もね、いつも仕事から帰ってきて疲れてますから、偉って言います。偉。偉。偉。もう疲れた。しんどってことです。偉いわ。疲れたですね。偉い多いなとか、偉い賢いなとか、偉い少ないな。これとてもすごくの意味でも使えます。これも本当によく使いますね。大丈夫ですか？もう一個行きましょう。偽物。これはあんまり使うことはないかなと思うんですけど、めっちゃ関西っぽいので入れました。偽物。これは本物ではないという意味なんですが、偽物を言うとき、パチモンって言います。パチモン。パチが嘘の意味で、モンが物ですね。これ嘘です。嘘。これが物。それパチモンやんって言います。例えば、これ偽物でしょ？例えば、ここに iPhone があります。ここが、リンゴのマークじゃなくて、バナナのマークになってたらね、それ偽物でしょって言いますよね。この時、関西では、これパチモンやろって言います。パチモン。これ偽物のことですね。ブランドの偽物とかね、なんか有名な商品の偽物よくあるじゃないですか。それを言うとき、それパチモンやろって言います。パチは嘘の意味があるので、パチ国っていう言葉もあります。これ、あんまり基本の単語じゃないので覚えなくてもいいんですが、それパチやろとか、パチ国なやって言ったら、嘘つくなよっていう意味になります。とりあえずこれ、パチモン覚えてください。パチモンは偽物のことです。いいですか？じゃあ次行きましょう。これもよく使います。面白い、面白くないを言うときですね。関西の人は面白いこと大好きだし、面白くないこと言うと怒られます。なので、面白いとか面白くないという言葉、会話の中でよく使うんですけど、関西の人が言うときは、おもろいとおもんないになります。おもろいとおもんない。ちょっとおもろいはまだ簡単だと思うんですけど、おもんないの言い方ね。面白くないがおもんないになります。いいですか？例えば、本当に面白いね。ね、東京の言い方です。本当に面白いね。これ、関西弁だと、ほんまにおもろいやんになります。さっき勉強しましたね。本当は、ほんまになって、面白いは、おもろいですね。ほんまにおもろいやん。反対に、本当に面白くないね。だったら、ほんまにおもんないやんって言います。これ、おもろいとおもんない。この言い方、覚えてください。はい。じゃあ、これ最後ですね。これも有名かなと思います。あなたのことを言うとき。名前で呼ぶことがもちろん多いんですけど、関西の人はね、自分って言います。って感じですよね。自分なのにあなたのことを自分って言うんですよね。例えば、あなた面白くないね。出ましたね、また。あなた面白くないねって言うとき、関西の人は、自分おもんないなって言います。自分っていうのは、
私じゃなくてあなたのことですね。自分おもんないなっていうのは、あなた面白くないですねという意味です。この自分っていうのは、ちょっときつい言い方に聞こえるかなと思うので、私はあまり使わないです。でも中学生とか高校生の時はよく使ってた気がします。友達と話す時にね、自分何してんとか、自分おもんないなとか、自分なんなんとか、ちょっと喧嘩する時にもよく使う言い方なので、今はあまり使わないですが、これ言う人とても多いので、ぜひ覚えておいてください。はい、今日は10個の関西弁の言葉勉強しました。本当に今日紹介したものもすごく基本の単語なので、皆さん使ってみて関西人だなと思われてみてください。皆さんしっかり覚えることができましたか？では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ななー、はいどー、いい、なんでやねー。いやー、これ5000円は高すぎるとお客さんも人ですからね。1番、彼の作品は必ずを取るだろう、ものだです。このものだという文法は意味がたくさんあるんですが、帰れ오늘 공부할 거는 됐어요. 헤이 皆さん、仕事中の電話対応の日本語を一緒に。今日は一蘭というラーメン屋さんに来ました。日本にいる人だったらこの看板を見たことがあるかもしれないですね。This character means I or me.